日本語ですでに知っていることを学ぶシリーズにようこそ。前回のエピソードでは分数について学習しました。今日のエピソードでは数の分類について勉強します。ではまずは皆さんが生まれてから最初に習うであろう数の種類から始めましょう。私たちは普通子供の頃に物の数え方を教わります。1、2、3のような物の個数を数えるときに使う数は自然数と言います。英語の Natural Numbers の直訳ですね。自然数に0を含むべきかどうかについての議論はここでは詳しく説明できないので、0を含める見方も含めない見方もあるとだけ述べておきます。次に0を基準に1ずつ大きくしていく、または1ずつ小さくしていくことで求められる数は整数と呼びます。整った数という名前だけあって、小数や分数のないすっきりした見た目をしているのが特徴です。整数には1、2、3のような正の整数、そしてマイナス1、マイナス2、マイナス3のような負の整数があり、また0は正でも負でもない整数です。ちなみに英語では whole numbers と integers との区別がありますが、日本語ではこのような区別は一般的ではありません。また整数は奇数と偶数に分けることもできます。奇数は1、3、5のように2で割り切れない数です。反対に偶数は2、4、6のように2で割り切れる数です。奇数の奇という漢字はおかしい、変だという意味を持っているので、英語の odd numbers の直訳であることが推測できます。偶という漢字には対になるという意味があり、英語の even numbers の訳としてふさわしいと言えるでしょう。ちなみに0は偶数として扱います。さらに自然数の中には素数と呼ばれる特別なグループも存在します。素数は1またはその数自身のみで割り切れる自然数のことです。例えば2、3、5、7が10以下の素数です。ちなみに1は素数に含みません。その理由については有名な数学者ガウスによって証明された算術の基本定理を参照してください。さて、ここまでに登場した数では2つの連続する整数の間に存在する数値を表すことができません。そのためには 0.5、3分の2、ルート2、π といった自然数でも整数でもない新たな数の分類が必要です。そこで登場するのが有理数と無理数の区別です。まず、整数はすべて有理数の仲間です。有理数の仲間であるためには整数の比、つまり整数のみからなる分数の形に表せることが不可欠です。今画面上で示している通り、どんな整数でも分数の形に変換することができるので、すべての整数は有理数だとわかります。また、小数のうち有限小数と循環小数も整数の比として表すことができるため、有理数の仲間と言えます。詳細は前回のエピソードをご覧ください。その反対に非循環小数は整数の比として表すことができないので無理数であるとわかります。つまり今までこのシリーズで登場した数はすべて有理数か無理数かのどちらかに分類されるということです。では最後に高校以上で学習する数の種類のうち最も有名な例を見ていきましょう。複素数の登場です。まず実数と複素数の区別をおさらいしましょう。このシリーズにおいて今まで登場した数はすべて実数の仲間です。英語では real numbers と呼ばれます。実数の実は現実や実際といった熟語で見られる通り、本当のという意味で使われているので、この用語も英語の直訳であることが伺えます。対する複素数は英語の complex numbers の訳です。複という漢字は数が多いまたは単純でないという意味を持ち、素は要素という熟語で使われているように元となるものという意味を持っています。つまり複素数とは複数の要素を持つ数のことです。では複素数に含まれる要素とは何のことなのでしょうか。基本的に複素数は次のように2つの部分で構成されます。まずA の部分は実数部と呼ばれ、おなじみの実数のみで構成されます。反対に BI の部分は虚数部と呼ばれる複素数の要です。虚数部には虚数、英語でいう imaginary number が含まれます。虚という漢字には中身がないという意味があります。一般的に虚数は i を使って表します。ちなみに虚数 i は2乗するとマイナス1になる数のことです。
また、より発展した数学では、資源数、つまり英語で言う quaternion のように複数の虚数を使うものもあります。例えば、資源数では i、j、k の3つの虚数を使います。次の例、3たす 2i において、3が実数部、2i が虚数部です。また、マイナス 5i のように実数部がないこともあります。その反対に5のように虚数部が存在しない場合もあります。よって、これまでに登場したすべての数は複素数の仲間であると言えます。この他にもまだまだいろんな数の分類が存在しますが、必要以上にこの動画を長くしたくないので、今日はこの辺りで終わりにしておきましょう。ではまたいつか。